皆さんこんにちは、ガジログです。先日レビューしたばかりになりますが、スントのレースというスマートウォッチの今回はファーストインプレッションをお届けしたいと思います。この動画の前にファーストルックという形で外観や操作系統、またどんな機能があるのかを含めましてご紹介していますので、ぜひご覧いただければと思います。というわけで今回はスマートウォッチとしての基本性能を含めまして様々な点でご紹介していきたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。ということでね、スマートウォッチの基本性能として、いつも検証している点になりますが、まず最初にこのディスプレイの視認性に関してになります。やはりこのスントのレース、アドベンチャーレースやトレッキング、ランニング、ウォーキングなど様々なスポーツに使うっていう方がたくさんいらっしゃると思います。やはりこのディスプレイが屋外でどれぐらいの視認性があるかっていうのは結構重要だと思います。ということでテストしてきましたので、どんな感じで見えるのかぜひご覧ください。まず最初にですね、日差しがたくさん降り注いでいる天候の良い状態になります。ディスプレイね、やっぱり明るく綺麗にくっきりと映っています。明るさ設定は弱、中、高ですね。一番高いモードと3つの段階になっているんですが、この状態は真ん中の状態になります。ちなみにですね、自動調光機能もしっかりついています。設定項目では自動調光をオンオフにするっていうね、そういったモードがないんですけども、実はこれね、しっかり動作していますので、ここは安心して使っていただければと思います。そして日差しと、そして影が入り混じっている状態になりますが、この状態ですとね、本当によく見えますね。やはり屋外であれば全く不自由しないんですが、屋外ですと日陰があったり、日差しがあったり、入り混じっている状態というのがたくさんあるんですが、その状態でもね、本当にはっきりくっきり見ることができましたので、何の不自由もないなと思います。しかも明るさがマックスな状態になりますとね、眩しいぐらいになりますので、明るさの輝度も相当高くなっていることが分かりました。そして次に気になるところとしましては、これも毎度毎度行っています歩数計の精度になります。測定の方法になりますが、モードはですね、ウォーキングに設定しまして、この状態でこのようにスタートさせます。そうしますとね、歩数計のカウントっていうのをこのセンサーがやってくれるんですが、この状態で私がですね、10歩ごとにこのように1歩、また20歩になりましたら2、30歩で3というふうにね、10歩ごとに1つカウントしていく形で、ここが50になりましたら500歩になりますが、この時点でこちらをこのように止めましてカウントをストップさせます。500歩歩いた段階でストップさせるわけですが、そうしますとこの結果の中にステップという項目がありまして、500歩歩いたのに対しましてこのスントレースは502歩でしたよというふうにカウントしてくれます。500歩に対しましての誤差を測定しているのを全部で5回行いました。まず1回目の歩数センサーは499歩となりました。差は1歩とね、すごく精度が高いなと思いますね。誤差で言いますとマイナス 0.2% となっています。そして2回目になりますが、こちらは513歩となりまして、差は13歩と、ここはね、いきなり大きめの差が出てきましたね。誤差は 2.6% となっています。そして3回目は504歩となっていまして、差は4歩、誤差は 0.8% となっています。4回目はなんとね、500歩ジャストになりまして、すごいですね。誤差が全くありませんでした。ここの数値が出た時にはちょっと鳥肌立ちましたね。そして5回目になりますが、これは502歩になりまして、差は2歩、パーセンテージで言うと 0.4% の誤差となっています。ということで、全部で5回行ったわけですが、2回目と4回目のところ実はね、グレーになっていて、棒線引いてあるのがわかると思いますけども、2回目のところは5回中一番最低のスコアになっています。そして4回目の部分は500本とかね、誤差全くありませんが、これも最高レベルとなっているわけですので、最高と最低を一応平均出す上では除外させていただいた上で、1回目、3回目、5回目を平均した数値でスコアを出しました。ということで平均が 0.46% と、これはかなりの高精度な歩数計センサーということが分かりました。この数値見るだけだと比較がありませんので、何とも言えませんけども、実はですね、これ以前に同じ測定方法で5つのスマートウォッチを測定してきています。メーカーとか機種名は割愛しますけども、平均で実は 1.65% が歩数計精度の平均となっていました。1.65% に対しまして、こちらのスントレース 0.46% の結果になりますので、相当精度が高いってことが分かりますね。もちろんスポーツ、アクティビティで使う方、ランニングやウォーキングで使う方、申し分ない歩数計精度になりますし、当然ながら日常的に使うね、歩数計としても申し分ない精度となっていることが分かりました。
次に気になるところとしましては、バッテリーの持ちがどんな感じかっていうことですね。このスントレースは、実は AOD のモードと、そして AOD なしのモードとね、2つのモードがありまして、ここを見ていただきますと、モードの中で常時オンディスプレイっていうのがオンにしたり、もう一回ね、サイドボタンを押しますと、オフにしたりと切り替えができるようになっていまして、まず最初にオンにしてある状態でバッテリーの持ちを検証してみました。これ以外にヘルスケア関連の設定もほぼほぼできるものは全てオンにしてあります。その上で実際どうかってことになりますね。この表を見ていただきますと、まず0日21時45分スタートで残量 100% から計測をスタートしています。そして1日経った24時間後になりますけども、残量が 94% で、前日差は6% ということでね、AOD を使っているのになかなか減っていませんでした。ちなみにですね、この日は運動のとこ見ていただきますと、人の姿の絵文字がありますが、GPS を使った屋外ウォーキングを60分間行っています。GPS を使うということで消費電力はなかなか大きめになっているんじゃないかなと思いますが、なんと 6% しか減っていませんでした。そして2日目になりますが、同じように24時間後ですね、残量は 85% で屋外ウォーキングを1時間行っています。前日差は 9% ということで、この日はね、前日よりもちょっと大きめになっています。3日目は残量 75% ということです。前日は 10% ということで、1日ずつね、ちょっと大きめな数値になってきましたが、3日間で測定は終了しました。この3日分はですね、平均しますと、1日あたりざっと 8% ほどの消費ということになりましたね。細かく言うとね、8.3% ということなんですが、これ満充電でフルに使った場合になりますが、だいたい12日間という結果になっています。AOD 使ってね、2週間弱っていう感じになりますけどもね、これは相当バッテリーのマネージメントっていうのも高いと思いますし、しかもこの画面を見ていただきますと、必要最低限の時計の情報しかこの場合は出てきませんので、このおかげか相当ね、電力っていうの消費は少なめだったんじゃないかなと思います。ということでね、AOD 使って12日間ぐらい持てば、本当にね、申し分ないレベルじゃないかなと思いますので、バッテリー持ちは抜群でした。そして次に常時点灯モード AOD をオフにしてある状態でバッテリーの測定を行ってみました。これもね、3日間行ったんですけども、先ほどの3日目の残量が 75% の段階から AOD をオフにした状態でスタートしています。まず1日目になりますが、このようにね、画面がついていない状態ですね。1日目残量が 65% ということで、前日差は 10% でした。この日も屋外ウォーキングを1時間ほど行っています。そして2日目残量は 57% ですね。前日差は 8%。3日目になりますが、残量は 49% ということで、この日も前日差は 8% となっていました。ということでですね、この3日間を集計しますと、1日あたりざっと 9% のバッテリー消費ということになりました。細かく言いますと 8.6% の消費になりますけども、この結果から言いますと、満充電からもしフルに AOD オフの状態で使った場合ですね、11日ほど持つということになります。細かく言うと 11.6 日という結果になりました。いやー、これね、ちょっとびっくりですね。AOD 使った方がバッテリー持ちが良かったっていうのは、これまでにこういった測定してきまして、初めてのケースになっていまして、ほぼほぼですね、この結果から言えることとしましては、AOD を使っている状態でも、AOD をオフにしてある状態でも、バッテリー持ちっていうのはそんなに変わらないんじゃないかっていうことが言えると思います。普段使いとしましては AOD をオンにしている状態で使っていただいて何にも申し分ないかなと思いますし、メーカーとしてスペック値で上げているバッテリー持ち、通常使用で10日間と言っているんですが、それよりも私の場合はバッテリー持ちが良かったので、おそらくね GPS の使う時間とかもこのアクティビティタイプになりますので、もっと長くされる方って多いんじゃないかなと思います。そういうことを想定しているので、ちょっと厳しめのスペック値になっていると思いましたので、普段使いで日常的に使うのであれば、それよりも長く持つっていうことが、私の場合はそんな感じになっています。バッテリーのマネージメントですね。このあたりかなり優秀じゃないかなと思います。というわけで、その他気づいた点をお伝えしたいと思います。これはですね、スマートウォッチとしての基本的な部分になってきますが、タイマー使ってみたいと思います。今ね、私はこのボタンのこの上の部分と下の部分にいろんな機能を割り当てているんですが、上部の部分にタイマーを割り当てています。使い方としましては、実はここ長押しした時にタイマーを起動できるようにしてあります。長押ししますとね、こんな風にして起動してきますね。そして、
行をしますとスタートする形になっています。これ以外の数字に関しましては、実は1分、3分、5分とかね、このようにプリセットされている中から選んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれバックグラウンド上に持ってくることができますので、ここをね、長押ししていただくとホームに戻れますが、この上の部分に残り14分、ね、何秒というふうに出てきまして、このあたりのね、使い勝手っていうのはすごく良くなっていますね。そしてここのタイマーの部分をタップしますと、メインの画面に戻ってくれるという使い勝手のいい操作系統になっています。ちなみにタイマーが0になる直前になりますとカウントダウンが始まるっていうね、これなかなかね、ちょっとこうアナログチックな感じでありながら分かりやすいなと思いましたので、ちょっとね、やってみたいと思います。はい、今ね、残り10秒からカウントダウンが始まってくれましたが、分かりますでしょうか？こんな感じでカウントダウンがあるので、ジャストで終わるタイミングっていうのは感覚的にわかるのが使い勝手の良さでびっくりしています。なかなかね、ありそうでなかった機能がここについているので良かったですね。そして次にね、ワークアウト中に音声案内があるってことをファーストロックでもご紹介しているんですが、しっかり日本語にも対応してきてくれるのは本当に嬉しい機能となっています。例えばウォーキングでもそれの機能を使うことができるんですけども、このモードの中を開いていただきますと、音声フィードバックっていうのがありまして、教えてくれる内容はオートラップと心拍ゾーンの変更というふうに今なっています。音声フィードバックはアプリからと出ているので、スマホにありますスントのアプリを通して教えてくれるってことになります。音声のスピーカーがついてるっていうわけではありませんので、ここから声で発してくれるわけではありません。ですので、その際に必要になりますのは、例えばスントのウィングというね、骨伝導のワイヤレスイヤホンなどありますが、こちらとスマホと骨伝導ワイヤレスイヤホンを同時に持っている状態であれば、ここから音声フィードバックを聞くことができます。例えばこれ持っていないよということであれば、このスマートウォッチとペアリングしているスマートフォンを持ち歩けば、スマホから実は音声フィードバックを発してくれるようになります。現在の心拍数88、心拍ゾーン1。ということで、ここと Bluetooth のワイヤレスイヤホンとペアリングしてあれば実際使うことができますので、スントのウィングという骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンありますので、ぜひこちらもご購入いただくといいんじゃないかなと思います。ちなみにこのスントのウィングのレビュー動画、後ほど出していきますので、ぜひそちらもご覧ください。そしてね、やっぱりスマートウォッチとしての基本性能の部分になりますが、アラーム機能が実はですね、一つだけでなく複数設定することができるようになりました。どうやるかと言いますと、このアラームクロックっていうのがありまして、ここ開きますと、もうすでに3つアラームをセットしてありまして、一番上から6時45分ですね。そしてもう一度すぐ鳴るように7時5分。そして夜の9時45分ですね。毎日設定してあったんですが、このように複数のアラームをセットできるようになったのが、すごくね、便利だと思います。スマートウォッチの基本性能としましては、やっぱりついていないと不便だなっていうのは正直感じるところだと思いますので、ここもね、新しい機能として申し分ないんじゃないかなと思います。というわけで今回、スントのレースになりますが、ファーストインプレッションをお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。フィンランドの老舗のメーカーですね。センサー類も抜群ですし、そしてバッテリーの持ち、ディスプレイの視認性も抜群でした。そしてなんといってもね、このボディの質感っていうのは半端ないなと思いましたね。こちらはチタンボディになっていまして、軽量でありながらめちゃめちゃ頑強だっていうこともね、素晴らしいなと思います。ですので、普段使いのスマートウォッチとして、スポーツシーンでも、普段使いでも申し分ないデザインじゃないかなと思います。ということで気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひ詳細をご覧いただければと思います。この動画良かったよってことであれば、高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。